視聴ありがとうございます。おっちーチャンネルの満腹です。今回の古い街並み散歩は岡山県新見市にある江戸時代から昭和期にかけての歴史が色濃く残る新見御殿町を歩きたいと思います。それでは行ってみましょう。岡山県新見市にある御殿町は1697年に成立した新見藩の政治・文化の中心として発展し、江戸・昭和の建物が残る歴史地区です。御殿町の始まりは今から300年以上前、元禄10年1697年に新見藩初代藩主関長春がこの地に陣屋を構えたことから町の歴史が動き始めました。一国一条例により城は築けませんでしたが、藩主の御殿が置かれたことでこの一帯は政治と文化の中心地として発展していきます。江戸時代に新見藩の政治・商業の中心地として栄えましたが、その背景には鉄の流通と高橋川水運の存在が大きく関わっています。御殿町は江戸時代の新見を支えた人々の暮らしが凝縮された場所でした。今日はそんな新見御殿町を歩いてみたいと思います。藩の政治と信仰の拠点であった本町周辺から商いの拠点であった新町、現在の銀座商店街を巡っていきましょう。この周辺は三味線横丁と呼ばれ、芸者の三味線の音が夜ごと響きました。旦那衆が集い文化が育まれたこの路地は全国路地100選にも選ばれています。どこからか三味線の音と芸妓さんの声が聞こえてきそうです。元料亭松葉は明治から昭和にかけて新見の社交場としてにぎわった場所で、往時を忍ばせる建物の内部には貴重な食器などの展示もあります。こちらは1814年に建てられた津国屋の内蔵。札座、鉄問屋、造り酒屋など多岐にわたる商いを行った豪商の蔵です。蔵の中には商売の歴史を物語る道具が今も残されています。明治末期に建てられた大池亭、かつては新見で初めての百貨店として呉服や雑貨を扱い、多くの人でにぎわいました。現在は交流施設として当時の商家の暮らしや文化を伝えています。新見周辺で盛んに行われたたたら製鉄は荷馬や人の手によって御殿町へと運ばれ、津国屋などの鉄問屋たちの像に集められました。そして新見を語る上で欠かせないのが牛、千屋牛は日本最古級の鶴牛として知られています。江戸時代、新見は牛の産地であり、牛の取引と中継の拠点でもありました。農耕や運搬に欠かせない牛は藩の財政を支える重要な資源でした。御殿町には牛の売買や管理に関わる人々が集まり、藩の経済を支える重要な役割を担っていました。
ここ2つの産業が新見の豊かさを形作っていったのです。そして山で生まれた鉄や町で取引された牛を遠くの町へと運んだのが高瀬舟でした。新見は高橋川の上流に位置し、川を利用した物流の要所として発展しました。鉄、米、木材、日用品、さまざまな物資が高瀬舟によって運ばれ、御殿町の商家へと集まっていきました。川の流れが人と物を運び、御殿町を商いの中心地へと押し上げていったのです。鉄が生まれ、牛が育ち、川が運ぶ新見という土地の自然と産業が御殿町を歴史の交差点へと育てました。繁盛の中心としての顔、商いの町としての顔、そして人々の暮らしが息づく町としての顔。御殿町の白壁に刻まれた歴史は、この土地で生きた人々の営みそのものなのです。ここまでは城下町の風情が残る本町周辺を歩いてきました。ここから先はガラリと雰囲気が変わる通りへ行ってみたいと思います。銀座商店街はかつての城下町の風情と昭和レトロな雰囲気が交差する非常に趣深いエリアです。御殿町に隣接しているだけでなく、歴史的、経済的に表裏一体の関係にあります。一言で言えば武士と政治の町、御殿町のすぐ隣にそれらを支える商人の町、銀座商店街を含む本町周辺が形成されたという構図です。元禄時代の立藩に伴い、城下町の整備とともに新しく作られた商人の町です。かつては本町に対する商業の拠点として多くの商家や蔵が立ち並び、物資の集産地としてにぎわいました。昭和へと時代が移ると、建物の前面だけを銅板やタイル、モルタルで装飾し、洋風に見せた看板建築と呼ばれるモダンなデザインが流行しました。現在では作ることが難しい職人による手書きの看板や独特なデザインの切り文字がそのまま残っている店舗が多く、歩くだけでタイムスリップしたような感覚になります。かつては全外式のアーケードがありましたが、2012年に撤去されました。現在は空が広く見える開放的な通りとなっており、以前はアーケードに隠れていた建物の2階部分がよく見えるようになりました。実は2階のデザインにこそバルコニー風の窓など当時の店主のこだわりが隠されています。商店街の端まで来ました。ここで折り返して帰ろうと思います。ちょっと寄り道します。ここ江戸橋からの風景を写した写真を見て、実際に自分の目で見てみたいと思ってました。特にこちら側の風景が好きだと感じました。
江戸宇橋の商店街側のたもとにはパラペットロータリーと名が付いた定時路があり、西作食堂、小谷商店、笹波精肉店のレトロモダンな洋館商店が密集しています。どの建物も窓上に波形の装飾が施されていますが、特に笹波精肉店の壁にある丸に肉マークのロゴが目を引きます。さて、今回の古い街並み散歩は岡山県新見市にある江戸時代から昭和期にかけての歴史が色濃く残る新見御殿町を歩きました。いかがでしたか？感想などコメントいただけると喜びます。この動画が良いなと思ったらいいねお願いします。このチャンネルが良いなと思ったら登録お願いします。今回はここまで。次の動画も見に来てください。